はいどうも、皆さんお疲れ様です。アマテラスです。今回の動画なんですけども、こちら、グッドスマイルカンパニーさんから出てるモデロイドシリーズの AV98 イングラムを制作した動画になります。こちらなんですけども、概要を説明しますと、機動警察パトレイバーという、劇場版とかゲームとかアニメとか漫画とかね、様々なメディアで展開してた、作品になりまして、そちらの、作品で出てた主役メカですね、俗に言うと。主役メカの、プラモデルになります。でね、それが今回モデロイドさんで出てモデロイドシリーズでね、結構いろいろ展開してますので、今回それを作っていこうかなと思います。で、今回使ったキットがね、イングラムとブルドッグセットって言ってね、作業用レイバーも一緒についてくるセットになりまして、この作品の世界観はね、ロボットの通称をレイバーというので、随時レイバーとは言いますけども、そういう通称ということでよろしくお願いします。まあね、今回60分の1のキットということで、すげえ楽しみにしてたキットで予約して買ったんですけど、ようやく作ったという形で、えーとね、まあ、あの、最近はね、ずっとバンダイさんばっかり作ってて、久々に他社のね、作品というかね、他社のプラモデルを作ったという形になるんですけど、がっつり洗礼を食らいましたね。まあね、あの、なんつうんですか、関節の機構とかね、はめ方の機構とか、全部違くてね、これはこれで全然面白い、感じだなっていうところは感じましたね。新鮮な感じで、プラモデルを組めたので、非常に楽しかったです。でね、本編の方、これから行ってみようかと思いますというところで、なんですけど、本編見ながらちょっと解説の方を交えつつ雑談をしていきたいと思います。ほぼ雑談メインで多分本編のことをほぼ触れるかどうかは微妙なところですけど、まあね、よろしかったらね、気になった方はぜひチャンネル登録の方お願いしますというところなんですけど、今回ね、パドレバー説明書からちょっとね、フルカラーでね、洒落てるなと思って作ったんですけども、パトレーバーの話を全面的にしていきますと、パトレーバーとは、1980何年かな、多分、俺が生まれてちょっと経ってからなんですけど、ガンダムで言うと、多分、0080かな。ポケットの中の戦争とか、逆襲のシャアとか、あの辺の時代の多分作品だと思うんですけど、今見ても全然面白い作品なので、皆さんぜひ視聴してみてはいかがとは、ね、もう最初の方で言ってきますけど、こちらね、制作がヘッドギアというチームになっておりまして、原案が確かね、結城正美先生っていう漫画家の先生なんですけど、そちら原作で、原案の人で、一番有名どころで言うと、ジェガンでおなじみの伊豆口豊さん先生ですね。メカデザインが、ジェガンをデザインした伊豆口豊先生と、監督が押井守ですさん先生ですね。先生、押井守さんですね。あの広角機動隊とかね、いろいろ作ってる先生なんで、めちゃめちゃ有名、ビッグネームが集まった作品だと思うんですけど、これ結構ね、あの OVA、一番最初の OVA がね、かなりこうネタをぶっ込んできてる感じで、結構コミカルな、結構ロボットアニメなんですけど、結構全然違う、あの、なんか正統派ロボットってわけじゃないですけど、ガンダムとか、いろいろサンライズさんの作品とかでもあったんですけど、あれとは全然違う作品ですね。結構コミカルなんですけど、リアリティっていうんですか、やっぱり、なんかコンセプト的にやっぱり、現実に出てきそうなロボットっていう感じですね。作中でもイングラム、レイバー、イングラム、パトレイバーのイングラムなんですけど、確かね、全高が確か8.9メートルだっけな。身近で例えると、信号機とほぼ同じ高さっていう設定になってまして、だいぶちっちゃいんですけども、結構そういう作り込みが多くて、現代と、虚構が混じった感じがして、すごく面白いんですよ。SF が混じった感じで。あので、ちょっと1点だけちょっと話端折って解説させてください。
洗礼を受けたって言ったんですけど、ここでへし折ってますね。関節部分をちょっとへし折ってますので、まあね、ここではちょっとワンポイントアドバイスをするのであれば、そう、なんか関節が結構ね、はめ方が結構独特でね、さっきもちょっといじってたんですけど、はめる部分っていうんですか、穴にはめるってちょっと言い方が、あれなんですけど、穴にはめる部分があるんですけど、ああいうところ結構ギチギチ、ギチギチ言ってたんで、もし作られる方がいらっしゃるのであれば、そこはちょっと軽くスポンジヤスリかなんかで削った方がいいかなと思います。結構ギチギチギチって音がするので、そこは、ちょっとやった方がいいかなと思います。まあね、ちょっとそういうことを言って、発信していこうかなと思います。でね、まあ、作品の話に戻ってくんですけど、まあね、これ、アニメ版と漫画版っていうのがありまして、漫画版はその結城正美先生がね、結城正美先生といえばね、超人 R とかね、鉄腕バーディーとかで有名なんですけど、サンデーかな。サンデーで結構連載してた方なんですけど、まあね、その人の漫画版がありまして、まあ、自分どっちも見たんですけど、漫画版とアニメ版って結構、まあ、似通ってる部分もあるんですけど、全然内容違うので、まあ、2つ見ても全然面白いっていうところがあるんですけど、結構ね、オチが違うので、終わり方が違かったりするので、漫画でね、漫画じゃない、アニメはアニメでね、シリーズで言えば初期 OVA っていうんですか、俗に言うと一番最初に作った OVA と、テレビアニメシーズンが、全部何話だったっけな、24話じゃなかったと思うと、DVD に1話4話入ってて、十何巻があったから、多分結構あったと思います。で、新 OVA シリーズがありまして、あと劇場版が3かな、4部かな。まあ、ちょっと前にね、ちょっと前かな。まあ、リブート版っていう短編の映画も出てましたけど、で、まあね、直近で一番新しいのが、実写版か。これ実写版があったんだ。実写版がね、OVA でいいのかな、あれ。オリジナルビデオで、全6章あってからの劇場版というくくりで、あれもね、結構ね、見た人が、多分ね、作品知ってる人が見たら、多分なお面白いんだろうなっていう感じですね。やっぱり結構最初のバージョンの、小ネタが結構多かったりするので、でね、なんやかんやでも、ちょっと話は尽きないんですけど、完成してちょっと飾ってるところをね、動画撮ったんですけど、ちょっとね、申し訳ないです。ちょっと暗かったですね。ちょっと暗いんですけど、結構ね、塗り分けのところがちょこちょこあったりするんですけど、まあ基本ね、あのなんつうんだ、黒色のパーツと白色のパーツしかないので、でライアット感とかね、これ一応ね、コンパチで、2号機にもなるっていう、肩とね、顔を変えれば、まあ、これ2号機がありまして、1、2、3、まあね、劇場で言うと1、2、3号機がありまして、まあ、2号機にもなるというところなんですけども、なんだ、まあ、なんやかんやでちょっと完成しちゃってね、しかもブルドッグのところはごめんなさい、特に何もなく、端折って、作ってしまって、まあ、ちょっと全カットということで全カットということで、まあ、完成した動画をちょっとね、完成したところを一緒に並べたという、感じになりますね。まあ、今回作ってみて、本当にずっとアニメの話してて申し訳ないですけど、まあね、ちょっと話は尽きないというところで、ちょっと感想の方行ってみようかなと思います。まあね、他社製品ということで、ちょっと久々に作って、グッドスマイルカンパニーさんのモデロイド。まあね、ちょっといくつか買ってあるんですけど、まあこれがバリエーション豊富でね、確か何が出てきたかな、これ、イングラム、まあ、ブルドッグバージョンと通常バージョンがありまして、それと、まあ、劇場版で出た霊式っていうのが1個ありまして、霊式と、まあ、アニメ版でとか漫画版でも出てた、ライバルキャラとか敵役でもありました、グリフォン、タイプ J9 グリフォンっていうのがいるんですけど、黒いレバーっていうのが存在するんですけど、グリフォンがあって、最近ピースメーカーかな。あれはね、新 OVA で出たピースメーカーってやつで、これね、第二正体の機体なんですけど、第一正体ってのがありまして、まあ、それの第一正体が使ってたピースメーカーってやつと、あと、劇場版2作目で出てたバリアントっていう、すっげえマニアックな機体が超マニアックな機体がね、出てるんですけど、まあね、来年のね、1月にはね、レイバーキャリアも出るっていう、まあ、よだれが出るほど欲しいっていうね、ものが出ますので、まあね、ぜひ買ってみたいなと思います。まあ、それも制作してね、
ちょっと動画にしたいなと思います。ということで、もう時間がないので締めます。えーと、チャンネル登録と Twitter とフォローと高評価、よろしくお願いします。まあね、コメントもね、全然よろしくお願いします。はい、ということで、ありがとうございました。次回もまたお会いしましょう。アマテラスでした。それじゃあね、バイバーイ。